ね、可愛いねパッケージが。ね、本当だね。コロンってしてる。ほんまや。じゃあ鴨川へレッツゴー。何から食べる？どんな味なんだろうね。ねえ。意外とカレーパンもさ、美味しい。本当。ちょっと美味しそうだね。ね。パニーニ。美味しい。本当だ、甘めだね。なんかさすがに何回か来てる人なんじゃないかな。
金曜から土曜にかけて1泊2日で京都に行ってきて、で私も友人と会って、夫も夫で友人と会って、共通の友人と会ったりして楽しく過ごしたんですけど、で絡めて、私の人付き合いの仕方というかそういうところをお話ししようかな、したいなと思って今カメラを回しました。多分動画見てくださってる方は薄々気づいてるとは思うんですけど、私そんなにお友達が多くないんですね。引っ越してきてもう今のところ友人というかは今いないので、関西にいた時もそこまで友達は多くなかったです。その頻繁にその連絡取ってとか、夜飲みに行ったりとか土日遊んだりっていう友達は多くなくて、でそれでも結構大丈夫なタイプの人間で、私、一人時間がすごく好きっていうのもあるんですけど、でも学生時代とかは全然そんなことなくて、みんなで仲良くしましょうっていう風にずっと言われてきたから、私たちは多分皆さん学校とかでそう言われたんじゃないかなと思うんですけど、友達とか人間関係が広くてたくさんあった方がいいみたいな価値観が学生時代とか子供の頃はあったんですけど、でもだんだん大人になるにつれて一人でも楽しんでいいんだなというか、一人時間を好きっていうのも別にいいんだなっていう風に自分を許してあげられるというか、一人時間を楽しみながら数少ないけれども大切な友人と楽しく過ごすという人生でいいんじゃないかなって、ようやく30代20代後半ぐらいから思えるようになってきて、それがすごく居心地よくなってきました。こういう自分の性格とかタイプとうまく付き合える友達、付き合ってくれる友達との関係はやっぱり長く続けていきたいなと思うので、こっちから連絡を取るとか、機会があれば会いに行くとか、そういう努力というか行動はしたいなと思うし、するべきだなと思ってます。それがうまいのが私の夫なんですよ。そこまでね、人間関係ぐわーっと広かったりとか、誰とでも仲良く喋れるっていう人ではないんですけど、本当に大切な人をすごく大切にできる人というかで、だからこそ彼自身もすごく相手に愛されるというか、機会があったら連絡して飲みに行こうよとか、お茶でもしようよっていう風に誘ってくれる人が結構多いんですよ。ちょっとでもそれにあやかるでもないですけど、勉強させてもらう彼の人間関係の築き方とか付き合い方とか、そういうところを学ばせてもらってる感じですね。今より横で近くにいながら。この後は図書館に本を返しに散歩がてら行ってこようと思います。で、今回返そうと思ってる本なんですけど、ちょっと簡単にご紹介すると、1冊目、人生このままでいいの、川田新生さんという方の、人生をもっとより良くするための、11個の質問っていうのを、まとめた一冊です。普段私たちが感じてる人も多いであろう悩みとか思いとかっていうのを織り交ぜながら話してくださってる文章なので、すごく読みやすくて、何をすればいいのかっていうのがすごく明確で分かりやすくて面白い、サラサラっと読めた一冊でした。私もね、この中の質問いくつかやったんですけど、ちゃんとここに書かれてる質問を自分でノートとか紙とかに書き出してやることで、意味がある。その読むだけじゃなくて、ちゃんと自分に問いかける必要のある一冊ですね。で、もう一つ、
で金原ひとみさんの「踊り場に立ち尽くす君」と「日比谷で日に焼かれる君」ですね。この本も、これは延長して借りて読みました。エッセイと小説、短編小説じゃない、もっと短い、なんて言うんでしょうね、短いショート小説みたいなのも混ざってて、すごくね、読み続けてると、あれこれは金原さんの話、それとも小説みたいな感じですごくね、不思議な飲み込まれ方をする本でした。このタイトルがもうね、すごく私は好きです。この五七五じゃないんですけど、すごくリズム感ある踊り場に立ち尽くす君と日比谷で日に焼かれる君っていう、なんかサラサラサラっと美しく風のようになんか通り抜けていくような、そんなこのタイトルがすごく私は好きです。こちらチャット GPT はどのように動いているのか、東京工科大学コンピュータサイエンス学部教授の中西先生という方の一冊です。前半部分で読んでみて、なるほどねっていうふうに、そのチャット GPT がどういうふうに動いてるのかっていうその仕組みの部分はある程度分かったんですよ。仕組みっていうか、そのざっくりね、動き方というか計算の仕方とかっていうのは分かったんですけど、その後の詳しいその計算の説明っていうのが結構私には難しくて、行列とかそういう話になってくるんですけど、それがちょっと私にはちょっと専門性が高くて難しくて、でも冒頭部分読むだけでもチャット GPT っていうものをこれまでとちょっと違った捉え方ができるようになった。もう少しなんか冷静になれたって感じですかね。お友達っていうよりはツールっていう見方ができるようになった感じがします。なんかそういう AI の新しい見方じゃないんですけど、そういう距離感、付き合い方もちょっと考え直すというか改めるっていう意味では、冒頭部分読むだけでもすごくためになるというか、私はすごく参考になった一冊でした。というわけで今から図書館に行ってこようかなと思います。タンポポグリーンティー。なんそれ。なんかお土産でもらったやつ。